こんばんは。ロングスリーパー育成講師の元です。今日はなかなか長く眠れなくて困ってるっていうご相談でしたよね。はい、承知しました。そうですよね。現代の生活って睡眠を邪魔する要素がたくさんありますからね。なかなか難しいですよね。はい、やっぱ今の世の中、人々の関心を引くようにですね、ドーパミンがいっぱい出るように最適化された情報が溢れてるんで、そんな状況だとですね、脳が常に覚醒した状態になっちゃうっていうのは、無理がないですよね。はい、最近そういう人たちすごく多いんですよ。はい、時間があるのに寝れないみたいな、もっと寝たいみたいな方たちですよね。はい、そういった方を少しでもサポートしたいということで始めたのがこのロングスリーパー育成講座になっております。はい、ではですね、早速なんですけど、ちょっと横になってもらえますか。もうって感じですよね。そうです。はい、もろもろ講座として説明させていただく内容はあるんですけども、やりながら体感してもらいながらやってもらった方がいいかなと思いますので、はい、こちらですね、ロングスリープのコツ、耳かきでございます。はい、体感しながらねやっていただけるといいかなと思うので、はい、では早速失礼しますね。このままちょっと目をつむって耳かきと私の声に集中してみてください。じゃあまず第一章として最初に耳かきし始めた理由からご説明させていただきましょうかね。はい、いろんなとこでよく言われてることではあるんですけども、人間は情報の8割視覚情報に頼ってるって話聞いたことありますか？なんか調査によって多少数値は違うらしいですけど、とにかく大半は視覚からの情報、刺激に頼ってるっていうことなんですよね。はい、つまりですよ、視覚からの情報が入り続けると脳は自然と情報過多になってしまって、つまりはさっき言ったところの覚醒状態に向かいやすいんですよね。はい、なので視覚以外の情報、例えば私の声とか耳かきの触覚の情報とか、そういったもので脳への情報を視覚以外に誘導してあげるっていうのがまずファーストステップとして大事になってくるんですよね。はい、そうなんですよ。いきなりね、情報量を減らして目をつぶって無音で何も情報入れないっていうのはね、難しいかなと思いますんで、まず最初はね、ちょっと
減らしてあげる、別のものに、情報量少ないものに置き換えてあげるみたいなステップが大事になってくるかなって思いますね。はい、ということで、まあ視覚以外の情報であれば何でもいいんですけど、私の講座だと耳かきをよくしてますね。耳かき好きなので、はい、っていうちょっと大前提をご説明させていただいた上で、本講座の肝になる部分ですね。じゃあどうやってたくさん寝ていくんだ、睡眠の質を改善していくんだっていうところの話ですよね。はい、それでいうと一番大事なのは、シンプルに寝る時間を確保していただくっていうのが一番なんですけど、本講座受講していただいている方は大体そのステップを通過してるかなっていうところですね。中にはですね、睡眠不足の状態に慣れてしまって、結構慢性的に睡眠不足の状態が続いてる。で、自覚の症状もあんまりないみたいなこともあったりするので、一番の大前提として時間を確保していただくっていうのは、大事になってくるんですけども、そこは大前提としてですね、押さえていただいた上で、はい、これからの講座の内容ですね、いろいろ聞いていただければなと思ってますね。そうですね、順番に説明していければなと思うんですけども、まずよく言われることですね。よく言われることはですね、明かりですね。はい。明かりといってもいろいろあるんですけども、例えばダイニングとかリビングとか寝室の明かりですね。結構日本の住宅だと夜なんかでも結構ピカーッと白色の光がついてるお部屋とかって結構あるかなって思うんですけども、おすすめはですね、明るさを調整できるシーリングライトとか用意していただいて、ちょっと暗めにですね、暖色系の明かりでなおかつ暗めにしていただくみたいなのがいいかなと思いますね。特に寝る1時間前とかそれくらいからは結構薄暗めの状態にしていただくのが良いかなと思っておりますね。やっぱ明るい部屋にいるとですね、結構脳がですね、覚醒、やっぱ昼間だと思っちゃうみたいな、
そういうちょっと閉じっこさんなところあるんで、はい、ちゃんと導いてあげないといけないっていうところですよね。はい、あともう一つよく言われてる明かりで言うと、スマートフォンとかモニターとかの明かりですね。こちらはブルーライトがどうとか、そういう話がよくあるんですけども、こちらもですね、先ほどと同じように寝る前、全くいじんないっていうのはなかなか難しいかなと思うので、明るさを落としていただく、暗めにしていただいて、結構暖色系のブルーライトカットフィルターみたいなのがあるので、そういった機能でちょっと画面を暗くしていただくとかいうところができれば、一旦そこまで大きな問題じゃないのかなと思ってますね。どちらかというとスマートフォンはそういった物理的な明るさみたいなところよりかは、情報をインプットし続けちゃうっていうところが問題になってくることが多いかなと思いますね。よくあるのがショート動画とか、これやっぱ見続けちゃうと無限にいろんな情報が入ってくるので、脳がもっともっとみたいな、まだ活動するぞみたいな感じで覚醒していっちゃうんですよね。でだんだん眠れなくなっちゃうみたいなのが起こったりしますね。はい、そうなんですよ。私もよく見ちゃうんで、はい、気持ちはすごいわかるんですけどね。寝る前って結構スマホいじりたくなっちゃいますよね。なので、個人的な私のおすすめとしては、ちょっと長めの ASMR 動画とか、ショート動画じゃなくて横動画の ASMR の動画とか見ていただけるといいかなと。そういった動画の場合はですね、多くの場合結構睡眠導入用に作られてたりして、トーンとか内容が一定の場合が多いので、そういった一定のペースで進む動画っていうのは脳を休止モードの方向に向かわせるみたいなとも言われてたりするので、あれですね、授業中とか一定のトーンで説明聞いてると眠たくなってくるみたいなやつですね。ああいうのと一緒ですね。あとはですね、重要なところで言うと、お酒とかですかね。お酒って飲まれたりします？はいはいはい。よくですね、いらっしゃるのが、寝る前にお酒を飲まないと寝れないみたいな。お酒飲むと眠くなるから、ちょっと睡眠導入剤的にアルコール使ってるみたいな方もいらっしゃるんですけど、これちょっと逆効果なことがあって、アルコールが体内で分解されていく過程で深い睡眠って言われてる、いわゆるノンレム睡眠がですね、ちょっと浅めになっちゃうっていう感じですね。
なのでなんか寝つきは確かに良くなるケースもあるかなって感じなんですけど、朝起きたらあんまり疲れ取れてないなみたいなことが起こっちゃったりするんですよね。なのでちょっとアルコール導入としては、確かに一定ですね。そういった用途で使われている方もいらっしゃるので、まあ寝つきが良くなるっていうのはちょっと否めない可能性あるんですけども、睡眠の質としてはどうしても下がってしまうので、そういったところを減らしていただけるといいかなというところですね。それではこちら反対側ですね。他にもまだまだ重要なポイントたくさんあるので、説明していきますね。あとは寝室の環境、これもすごい大事ですね。先ほど言った照明のお話もそうですけども、あとは温度、暑すぎたり、今の時期だと夜でもすごい暑いですよね。あと湿度ですね。こちらもちょっと高すぎたりするとジメジメして、やっぱちょっと気分があまり良くない感じだったり、なので、そういったちょっとあまりお部屋の環境がよろしくないときは、エアコンとかですね、そういうのをガンガン活用していただいて寝ちゃうのがいいですね。はい、過ごしやすい環境で寝ていただくっていうのが一番体もリラックスして睡眠に入れるので、はい、準備をしてお休みいただくっていうのがいいですね。今言ったところを踏まえてちょっと少しずつですね、いきなり全部変えるっていうのは難しいと思うので、少しずつ変えていけるといいかなと。エアコンつけたりとかはすぐできますかね。はい、あとは YouTube ショートをちょっと控えて ASMR の横動画をたくさん見るとかですね、ちょっとそっちの方に移行していただくとかですね、すると良いかなと思っておりますね。でこれは寝るときのお話なんですけど、あと寝るちょっと前の話で言うと、お風呂ですね。これもなかなかベストなタイミングで毎日お風呂入るっていうのは難しいかなと思うので、できればで問題ないんですけど、こちらも寝る90分前とかにですね、お風呂に入っていただくと、体温が一度上がってから下がるっていう過程の中で、体温が下がるタイミングで眠気が来るんですよね。なので、シャワーだけであれば、ちょっとお風呂にたまに入っていただいて、体温めていただいてっていう方が、眠気的には、結構いいかなと思いますね。
こまでが睡眠講座夜寝るとき編ですね。はい、次がですね、ちょっと意外かもしれないんですけど、朝の過ごし方ですね。夜眠れないっていうお話よくあるんですけど、そこの一部の原因が、朝にあるっていうケースも、あるんですよね。はい、ちょっと意外だなっていう感じなんで、びっくりですよね。はい、そうなんですよ。はい、朝起きたらなんですけど、そのタイミングで太陽の光を浴びていただけると、これいいですね。はい、だいたいそうですね、カーテン開けていただいて、15分とか10分とか、日光浴びる。これで結構体内時計がリセットされて、だいたいその14時間とか16時間後に眠気が来るようになるので、朝に光を浴びるっていうのが眠気のスタート地点になってきたりするんですよね。なので意外と大事なんですよ。はい、結構ね、お休みの日とかだとカーテン閉め切ってお昼までダラダラみたいな感じになっていることもね、結構私もあるんですけど、あるんですけど、そこはちょっとね、それでいっちゃうとずるずるとリズムが崩れていってしまうので、はい、ちょっと頑張ってですね、朝起きたらカーテン開けて日の光浴びてみてっていうの結構大事になってきますね。はい、あとこれと関連してなんですけども、起床の時間を一定にするっていうのも結構大事になってきますね。休日に寝だめするなんてこともあるかなって思うんですけど、週明けにですね、それでまたリズム崩れて夜寝れなくなってしまってっていうので大変になってしまったりっていうこともあるんですよね。こういうのを社会的時差ボケって言ったりするんですけど、海外旅行に行かずにですね、時差ボケになっちゃうみたいな、平日と休日で時差ボケになっちゃうみたいな状態なんですね。週末の寝だめみたいなことを繰り返してると、大体こうなってきちゃうっていうとこなんですよ。とはいえですよ、とはいえなかなかお仕事してたりすると難しいじゃないですか。平日にしっかり眠るとかね、そういう時もあるじゃないですか、難しい時もね。なので週末にたくさん寝たいということは私もあります。はい、そういう時のコツなんですけども、そういう時はですね、寝る時間をちょっと早めて、起きる時間もその分伸ばしてっていう形で睡眠時間伸ばしてもらえるといいんですよね。
時間の中央の値が、あんまりずれなければ、この社会的時差ボケって起こりにくくなってくるので、はい、そういう中央の時間をあんまりずらさないように意識していただくっていうのが結構大事かなと思いますね。はい、感じで規則正しく睡眠とっていくと、夜の眠気も自然に一定の時間に来るようになったりするので、これが結構長く眠れる体のベースになったりしますね。はい。はい、両耳とも綺麗になりましたね。リラックスもしていただけましたかね。はい、はい、ということで今回の講座としては以上になるんですけども、さっきはね、いろいろと生活環境の話とか寝る前の準備の話とか、朝ちゃんと対話美容とかね、朝の話とかもいろいろしましたが、実際にね、これら全部取り入れてやっていくっていうのはなかなか難しいところもあると思うので、まずはね、どれか一個できそうなものを見つけて取り組んでいただけるといいかなと思いますね。はい、おすすめとしては ASMR の横動画をたくさん見ていただく、聞いていただくことですかね。はい、私もこれずっと続けてるので、はい、私の場合はもうそれないと眠れないみたいな感じになってきちゃって、ちょっと逆に問題かなっていう感じなんですけども、はい、でもショート動画止まんなくなるよりかはね、いいかなと思うんで、はいはい、そうなんですよ。 ASMR 動画を探す旅が始まってしまって寝れなくなっちゃうってこともね、たびたびあるんですけど、はい、そこはご愛嬌という感じで、はい、いろいろ説明させていただいたんですけども、一度で覚えきれないということもね、あるかなと思うので、
そんな時はですね、何回もこの動画、間違った。そんな時はですね、何回でもこの講座受講しに来ていただければなと思っております。はい、私はいつでも待っておりますので、はい、よろしくお願いします。